序章、それは病から始まった。病になったことの意味。私は1999年10月末、重い脳梗塞に倒れた。厳しい後遺症とも戦い、今はリハビリのためのゴルフでも、ベストなら80代で回れる。一時は左半身不随だったから、強いスイングに必要な左体側の壁を作れない。だから右手を中心にやや強めに打ち下ろすことしかできないが、うまく当たると220ヤードほどのドライバーショットを打てる。4人1組でプレーしていても、ビルの4番目にはそれほどならない。ちょっと目には病人に見えないぐらいのところまで回復した。今の私の姿を見れば、誰もが軽くてよかったですねと言ってくれる。実際にはとても重かった。脳梗塞にはラクナ梗塞、アテローム血栓症、心原性脳梗塞と3種類があるが、このほかくも膜下出血というのも脳梗塞の一種だが、これは発症の場所を示す呼び方である。私の場合には日本人に一番多いラクナ梗塞だった。奥の方の細い血管が詰まるものである。あるベテランの専門医がすでにラクナ梗塞の範囲ではないというくらい大きなサイズの脳細胞の死をもたらした。ある程度越したら、脳梗塞患者とは言ってくれないのかいと聞き返したら、彼は黙ってしまった。多くの患者が死ぬようなものだったからだ。かくて生きるためにやむなく脳梗塞、血栓症との戦いやリハビリの工夫が仕事に加わった。最後には血栓症と戦う体力を養うサプリメントまで作り出すことになった。少しだけ予告すると、パンツを履いた猿で提起した過剰当人という生きることの基本スタイルは、人の進化と歴史の根本につながっているということである。進化と歴史がつながるところ、ともあれ脳梗塞は私が進行させていた仕事にストップをかけた。一時は諦めさせもした。何を諦めかけたのか。表面的に言えばパンツを履いた猿で書き残したことの取りまとめだ。完結編を書くことであった。その中身はといえば、人の生命及び進化の根源と歴史の真実はつながっているということだったが、一度はそれを論じることを諦めかけた。倒れる前からは自分の生きていた時代に重要極まる真実群が隠されていることを強く感じていた。饒舌で鳴らしていたはずなのに、それについてはじっと観察を続けていた。1980年代前半にパンツを履いた猿及びブダペスト物語という著書を出した。テーマはそれぞれ生命論と東欧文化論である。都市、根源論をテーマとした光の都市闇の都市という本も書いた。これらを書いている時にもその重大性を感じながらも書き残してしまった問題群を意識していた。ある一連の真実の群れの存在を察知していながらも全貌について明確なことを語れないがために、あえて舞台の後見に退けておいた。ブダペスト物語という本を書くためにアーサー・ケストラーの初恋の人にインタビューしたことがある。その内容を含めてケストラーについて調べたことはその本には書かなかった。光の都市、闇の都市では都市の二重性の原点については言葉を濁している。カール・ポランニーさえもが間違いなく強く意識しながらも全く触れようとしなかったある事実の意味が私の中で処理しきれていなかったからだ。パンツを履いた猿では人を猿から犯すものとしての人の持つ諸制度をパンツと表現したが、それらすべてのものの背後にある真実群のつながりについて断言することを慎重に避けていた。ある意味で、経済人類学において研究の対象としてきたことどもも、すべてそのことに関わっていた。私の死にあたるカール・ポラニーという学者は普通の学者から見ると様々な分野の研究を行ったが、見たところそのテーマ選びには常に一貫したものがあり、それがこの真実群に関わっていると思えた。貨幣論も文明論も都市論もこの真実群の考察なしには語れない。1980年代半ばまでに、それまで溜め込んだほぼ全ての研究成果を本にして放出し、それ以降はポランニーも表に出していないこの問題群の研究に力を注ごうとした。大学の中だけではこの研究は進まない。それをして、大学の世界から離れて政治の世界に身を浮かせた理由の一つである。もともと明らかにしていきたいと思った研究は、ある意味で私の学問の中核である、ポランニーの経済人類学にとって先端であると同時に根底であるようなものであった。
当然かもしれないが、考察を続けていくうちに、そう簡単に中間発表などできない性質のものであることが分かってきていた。その真実群が指し示すものは、ある種の闇の力でもあったからである。公然とは語られていないという意味において闇の中にあるものだった。公然とではないが、ある時はあらばに、ある場所ではずうずうしく、思いがけない形で、隠然とその姿を主張している力でもあった。ポランニーだけでなく、私も私の友人たちの一部もそういう力の存在に気づくことができた。当然ながら、言及する人々はかなりいた。誰もがどこか一角に触っていたのだ。いろいろな人がいろんな部分に触れて感想を抱き報告もした。いずれの場合も何かすごいものがあるということ以外は言えなかった。いわば超巨大な象の体の一部だけを目をつぶって手で触るようなものである。群盲象を撫でる状態である。問題なのはその全貌である。全貌は距離を置いてみないとわからない。距離を置きすぎてもわからない。奥に潜むであろう力、動かしている力は何かということも全くわからない。そのことこそ私が長い間考え続けてきた問題に他ならない。それこそが私がこれまで論じてきた交換からは生まれない貨幣、都市や王権や社会制度における二重性、人の文化の根源的成り立ちと進化の関係といった経済人類学における次の議論の主題となるものであった。解き明かすことができれば学問や思想にとどまらず、これからの人類に向けた一つの展望に手が届くだろうと思われた。飛び込んできた決戦書、なんと進化の鍵であったとは。そのことを洗い出し、分かるようにして明らかにし、後世に託したいと思ってきた希望は、重い病気によって中断された。すでに馬鹿げた議員生活、夜ごと日ごとの盆踊り、新年会巡りで研究のほとんどの時間をそがれ、病気へのたうらいがあって、考察は中断どころか絶望に変わっていった。全く知りもしなかった日本の血栓症治療及び予防医療の手薄さが大きな影響を持った。最初から結論が決まっているため考察の荘園の化となる陰謀士官に立って、私の仕事で真実が世に知られるとまずい勢力が脳梗塞を仕掛けたと言いたくなるぐらいだった。病気のため私は自分の足で立てなくなり、左半身は動かなくなった。前の晩に、あなたみたいに薬なしに体のコントロールのできている人はいないと病院で褒められていたのに、その翌早朝倒れた。あれは何だったのだろう。医師も看護師も皆優秀そうで良い人たちだったのに。挙句の果てそれらの人々がみんな私の健康への努力を褒めてくれていたのにどうしたというのだろう。検査の数値がひどくてよくても倒れたのだから、その悪夢が再現されるに違いないという不安もやってきた。不安はすべての問題の前に手を広げて立ちはだかり、思考力はやおなしにすべて病に向けられた。発病直後のある1週間、左まぶたは朝起きても上に上がらず、指を使って持ち上げねばならなかった。麻痺のために開きっぱなしになりかかった瞳孔に1年分ぐらいとまで思える眩しい光が襲来した。寝る前には頭の中でシャッシャというマラカスが鳴るような大きな音がした。その1週間嫌でも毎朝、今日も生きて朝を迎えたと痛感することになった。朝、意識がこの世に戻ってくるというのが実感だった。そのために右目だけを自分で開けることができた。左まぶたは麻痺していて上がらなかったのだ。ベッドの上で右手を出して左まぶたを持ち上げねばならない。左の目から入ってくる光は緩んで開いてしまっている瞳孔を通じて怒涛のごとく入り込んでくる。光が左目を貫いて入ってくるだという感じだと言っても足りないぐらいだった。毎朝、顔の左半分を砲弾で吹き飛ばされた兵士のように手で押さえながら、こわごわまぶたを開いて恐る恐る光を見た。東京医科歯科大学病院の高い階にあった病室は北東を向いていた。晴れた日には筑波山とそのやや東の方がよく見渡せた。霞ヶ浦や水郷の方角である。これが火の立つ方向なのだと思えた。大和からひたすら陸の道を行くところだから日田道、すなわち日立になったというのが日立という国名の起源を説明する定説の一つだが、俗説に違いなかった。日立以外の多くの国もひたすら陸路を行くことができる。そうしてついた一つの国は、霞ヶ浦や北浦で水の国水郷を作っていて、利根川も古代には東京湾に注いでいた。要するに日立とは水の国であり、水の上の道を行った地である。日立は日田道の国ではなく日が立つ国なのである。
私の病室の窓からは立ち上った日の光が入ってきていた。眩しい光が襲うという感じで、襲われるたびに今日も命があったと実感していたのだった。あの日は明らかに立ち上っていた。左目は東からの光にいられながら、これが日立で日の元の方角からやってくるのだと確信を得ていた。暗黙知がそう感じさせてくれたようだ。本書と並行して書いたシリウスの都アスカ、日本古代王権の経済人類学的研究は、その暗黙知が導いてくれたことを考察した結果である。この時期に思いが病気のことに集中してしまったのは仕方なかった。血栓及び血栓症の研究は生き延びるための当面の課題となった。当初は研究にかかる時間と手間が、例の真実群の力や、いわゆるパンツの根源についての考察には邪魔になると思われた。ところが人体の仕組みの中でも複雑なものであると血液の流れや凝固や血栓の形成とその溶解について研究すると、不思議な思いにとらわれることになった。これはただの医療の問題ではない、生命の哲学の問題であり、人の進化と生命の基本の問題に関わることだと気づいてきたのである。それが理解されていないことと基礎研究及び医療技術が進んでいないことが結びついていると気づいた。これは驚きであった。そのことについては進化を語る辞書で語ろう。先んじて多少は述べておかねばならない。人の進化を考察するとき、化石と同じくらい重要な手がかりがある。それは病である。病は身体の仕組みが壊れたとき発生する。どう発生するかが我々の身体がどう変化または進化してきたかを考える上で大きな鍵になるからである。まずは糖尿病だ。それがなぜ進化の問題なのか。我々の祖先が猿として厳しい環境で生きているとき、食料は少ないから得るのに大変な苦労があった上、摂取できたらできたで、食料はできるだけ迅速に糖に分解せねばならなかった。飢えていて体力がなくては外敵と戦えない。食べたものを早くエネルギーに転換できるほど厳しい環境に耐えやすく、生存率は高かったのである。得られる食料も多くは殻のついた穀物や木の実が中心であった。糖分への分解能力がいかに高くても血糖値が高くなりすぎることなどありえなかった。たまに肉にありつけても多くなどはなかった。だから動物性タンパク質は殻を持っている昆虫などにも食べられねばならなかった。ある時期から急に食料には肉という動物性タンパク質が豊富になるようになった。貯蔵性が限られていたから迅速かつ大量に食べねばならなかった。これが人に糖尿病の根源をもたらす。いつかどこかで急に肉を大量に消費することになったのである。マンモスの肉だろうか。それならたかだか地質時代第4期更新生、164万年から1万年前のことだ。肉は氷の中で貯蔵することができる。マンモスの肉はそう頻繁に獲得できるものではない。人の体質の変化を引き起こすようなものではあるまい。人が糖尿病になったのはもっと暖かい場所、時期のことでなければならない。この謎は次の第一章で解明する。進化の理解が脳梗塞の緊急治療を改善する。日の下でそれができずに人は死ぬ。私が倒れた脳梗塞という例は、血管に血栓が詰まり、血流が止まり、血管が時に破れ、その先の細胞が死ぬという血栓症の一つだ。脳で起これば脳梗塞、心臓の筋肉で起これば心筋梗塞だ。血栓症は癌やエイズよりはるか昔から人を苦しめている。心臓の梗塞が痛みに伴うのが普通だから、古くから人類の病の代表の一つだ。心臓の医者も心臓の薬も古くから存在した。心臓病は風邪や怪我に次いで古くから知られている身体の障害である。これが癌やエイズ以上の人に対する脅威として今でも存在している。血栓を溶かす薬が今でも医療に使われていないからだ。医療上血栓溶解剤と称する薬はいくつかあるが、どれ一つとして血栓を直接溶かすものではない。たかだか血栓を溶かす酵素を人体内で活性化するだけである。間接的に血栓を溶かすのである。システムも完全には理解されていないから危険な副作用の抑制も十分できていない。特に日本で使われる薬はそうだ。遺伝子や免疫に関わる病気の方が医学のアプローチはまだしっかりできている。意外にも血栓症については研究が進んでいなさすぎるのが現実である。脳梗塞も心筋梗塞も同じ血栓症だという当たり前に過ぎることが一般に理解されていない。その理解がちょっとあっただけで、野球監督の長嶋氏はアテネ五輪に行けただろう。
長島氏は2004年3月に脳梗塞で倒れる前の年の12月に心臓の病で入院していた。ということは血栓症があったわけだ。次にアタックがあるのは心臓ではなく脳の方かもしれないのは当たり前だった。日本の医師はそれを本人にも家族にも知らせなかった。これは欧米では異常でも日本では普通である。長島氏が最初に気分の悪さや頭の重さを訴えたとき、素早く適切な病院に運べただろう。救急車を呼ばなかったことは正しい。日本の救急車は患者を危険な病院に連れて行くことをよくやる。日本の医療は病院の中でさえ平気で時間を浪費する。長島氏は極めて適切な病院に運ばれたが、適切な科に運ばれるまで病院内でさらに数時間かかった。うっかりすると病院の中で死んだのである。これほど有名な病気、有名な人物でさえ適切な治療が受けられないのが、我が先進国日本の医療の現実だ。厚生労働大臣よりもはるかに偉いはずの総理大臣、小渕恵三氏も、医療にミスに近い形で亡くなっている。小渕氏のケースは長島氏以上に脳梗塞の緊急治療が有効であったはずだが、心臓が専門の大学病院医師によって、病院にすぐに来ないでおいて言われた。翌日から大学は新年度に入り人事も変わる。医師は別のことが気になって夜病院に行きたくなかったのだろう。倒れた後も心原性脳感染に決まっている。心原性脳梗塞に決まっている。小渕氏は心臓が悪かったのに、心原性脳梗塞に使うと危険とされている薬を投与されて死んだのだった。大学病院側は心原性脳梗塞であるか、他の脳梗塞であるか、わからなかったから、と言い訳した。どちらか決定できないのに、一方も治ると危険だと分かっている薬をなぜ投与したのか。心臓が悪かったのだから、心原性であることを疑うのは常識ではないのか。それをしなかったということは初歩的なミス、あるいは怠慢によるミスである。なぜそのようなことが起きるのか。治療や薬の遅れの前に研究上、血液、血管、血栓の位置づけ自体に問題がある。血液、血管、血栓の問題こそが人の進化の謎を解く重要な鍵であることが分かっていない。そのことを理解しない医学の研究は土俵のないところで相撲を取るようなものだ。土俵がないから素晴らしい発見があっても評価されないことも起きる。血栓が血の線になるのは血小板を中心にできた仮の血栓の上にフィブリン、線維素が絡まるからだ。それで仮の血栓は本血栓になって溶けなくなる。逆に言えば血栓はフィブリンを溶かすと流れ去る。このフィブリンを溶かす物質を医学界はきちんと探してきたのか。未だに間接的効果のものだけ、つまり血を凝集させる系に対するものだけを薬剤として使っているということは、ちゃんとやってこなかったということである。ところがそういう研究が日本にあったのだ。私は、そういう、病後のある時、そういう発見した。その研究報告は社会的に放置されていた。血栓を直接溶解するミミズから取れる血栓溶解酵素、ルンブロキナーゼの発見である。かのダーウィンがフィビリンを溶かす物質がミミズの体内にあると書いているのを読んだ時の驚きには勝てなかった。これがルンビロキナーゼである。ダーウィンがそれを言ったのは1870年代のことだった。血栓の実質的本体であるフィビリンを溶解する物質をダーウィンが発見しているのに、なぜそのような研究の遅れが起きたのだろう。このこと、人はなぜ血栓症の袋小路に入ってしまったかを含めて、進化の根本とパンツを履くに至った経緯と経過根拠をまず考察しよう。やがてその真実群の力が郵政民営化とどう関わるか理解できることになる。像と現在。その力は普通考えられるように政治や経済の世界だけにあるものではなく、学問や文化にも太い根を伸ばしている。文学や批評の世界にもだ。私にはその真実群の力が時の流れを作っているように感じることがあった。対抗することなど不可能に決まっていたが、それを利用して生きることなど願い下げであった。そのように生きている同時代の流行学者を不快な気持ちで見ていた。政治家になったのはそういう力を利用するのを拒否しつつ、
そういう力が働く磁場の少しでも近くにフィールドワークを行おうと思ったからだ。私は今から振り返ってみれば、それを利用して生きるというカードも配られてきたような気がする。単純な話で言えば、小泉純一郎はある時期、私を一番の個人的な側近としていた。私は小泉と安倍晋三や細田博之の間に立っていた。もっとも小泉はいつでも最終的には自分勝手な思い込みで決めてしまうのだった。私があくまでに身を売って小泉の人ら赤に協力していれば、二流大臣程度のおこぼれはいただけたことだろう。ユダヤ資金資本の一部を貸してもらって有名企業の株の買い占めでもさせてもらっていたかもしれない。それは選択肢にはなかった。出世主義者には理解できないだろうが、小泉との交友は私の方からお断りした。表面上のきっかけは盗聴法、通信傍受法の賛成議員として後世に名を残したくなかったため、自民党議員でありながらこの法案の採決を棄権して除名されたことにある。盗聴システムエシュロンは米英による世界支配の影のシステムであり、通信傍受法の成立は日本がこのシステムに露骨に組み込まれる土台を作るものだった。私が反対しても止められないのは分かっていたが、賛成議員に名を連ねるのが絶対に嫌だから反対した。しかし実はそのかなり前から私は彼の派閥を離脱していた。大学で同級生だった男がとんでもない嘘つきであることを確認したからである。私自身の生き方にも関わる誇りの問題でもあったのだ。ともあれ、私は本書において隠された真実群の扉を開ける鍵となることどもについて書いておかねばならない。そういう真実群を直視してこそ初めて人はどうすれば袋小路に追い込まれずに生き延びることができるかという問題に光が当てられると確信するからである。既成の宗教は愛をもたらさず愛の死をもたらす。過剰なカフェだけが暴れ回る。科学技術や情報は差別と富の偏りをもたらす。地球は今でもなく病んでいる。この袋小路から脱出する方法は、断片的にその一部しか触ることができなかった巨大な像の姿を捉えることでしか見つからないのではないか。進歩という名の下でなされてきた人間の欲望を満たすための試み。それらは学問とか科学という衣をまとっている時もあるが、表立って語られてきた人類の歴史や宗教のあれこれ、こうした枠組みを捉えた上で、この巨大な像の姿をすべての存在の共存のためにしっかりと認識しなければならない。真実を知りたい。知り得たことを公にしたい。真実群を洗い出し、明らかにして後世に託したい。その思いは最初に述べたように私がずっと棚上げにしてきた宿題でもあった。その宿題を仕上げるため私は今この本を書いている。そこから先は私より多くの時間とエネルギーを有する読者に託したいと思う。本書で主張したことの証拠は必ず見つかるだろう。時間はかかるかもしれないが、ぜひ見つけてもらいたい。本書は現在地球上に起こっている問題群に対して一つの展望を示すためのものである。